はい、こんにちは。革靴のケンです。今日から新しいチャンネル革靴のケンで靴作りをやっていきます。今日から作っていく靴はですね、以前1本目の動画でお伝えした僕の靴ブランドキッシュ・ザ・ワークですね。そのキッシュで販売する既製靴を作っていきます。既製靴とは言っても木型はかなりビスポークっぽい木型で、制作過程もビスポークと同じくフルハンドでやっていきたいと思います。この制作動画も今まで通りアッパー作りから完成まで通してやっていきたいと思います。で、基本的には同時に2足ぐらい並行して作っていきます。2足を大体同じぐらいで完成まで持っていきたいんですが、結構被る作業があります。なのでその辺はもしかしたらね、どっちかの動画を省略しつついくかもしれませんが、基本的にはこの革靴の作られるまでの工程が分かるような感じで進めていきたいと思います。で、今日作っていくのが記念すべきキッシュの1足目ですね。結構パターンはスタンダードめなんですが、フルハンドならではのね、こだわりをガンガン詰めていきたいと思います。これが今回作っていくアッパーなんですけど、こんな感じですね。イタリアのイルチア社のラディカっていう革です。一般的にはミュージアムカーフって言われてますね。ネイビーです。こんな感じでネイビーなんですけど、濃いところと薄いところのね、ムラ感のある仕上げの革です。ネイビーのミュージアムカーフを使ってパンチドキャップトを作っていきたいと思います。そうですね、パンチドキャップトというのは一般的なストレートチップのパターンに、ここですね、一文字のところにだけ穴飾りを配したデザインです。かなりシンプルなデザインですね。ライニングはこんな感じで、これはドゥプイのライニングです。1足目はこんな感じのムラ感のあるネイビーのミュージアムカーフで作っていきます。まずはこのハト目を開けていきます。このキャップパーツにはこの上のところに親穴と小穴を開けていきます。まずは親穴を開けていきます。次は小穴。さっき穴を開けたこの羽のパーツの裏、豚の皮を貼って補強しておきます。こんな感じで貼れましたので、このハト目の横の飾りのステッチをミシンで縫います。では次はですね、今のこの縫ったカウンターパーツとバンプパーツを貼り付けて縫い合わせます。ちなみにこのバンプパーツとカウンターパーツの貼り合わせはただ平面で貼るんじゃなくて、少し歪ませて貼って立体的になるように型紙を作ってます。木型の形状と同じように貼ると甲の部分がこう立ち上がるようになってます。次はね、ライニング縫っていくんですけど、その前にこいつのライニングに名前を書いておきたいと思います。ライニングの左足のこの内側のところに、ここにね、こいつの番号と名前を書きます。こいつの番号は1番ですね。で、ネイビーのミュージアムカーフを使ったパンチドとキャップのオックスフォード。こんな感じでナンバー001パンチドトーキャップオックスフォード in Navy Museum Calf という名前をしっかり書いておきました。次はこんなネイビーの帯状の革を、これかなり薄くすいてあるんですけど、
こいつ半分に折ってビーディングを作ります。こいつを履き口のアッパーとライニングの間に挟むんですけど、これがあるとないとでは履き口のしっかりさとか見た目の高級感っていうのが全然変わってきますね。ハンマーでしっかり半分に接着します。今作ったビーディングを貼り付けていきます。ちなみに裏はこんな感じで、履き口にはナイロンの補強テープを貼ってます。今こんな感じでライニングをアッパーに貼り付けて、でこのハトメの部分、裏からハトメをつけて補強しておきました。次はアッパーとライニングをこのトップラインで縫い合わせていきます。トップラインをギリギリで縫いました。でライニングは余らせてあるので、これカットします。ここ2つ耳残してるんですけど、これは釣り込みの時に木型に固定するための補助ですね。バンプライニングにこのベロを貼り付けます。このアッパーのベロとライニングは平面で貼るんじゃなくて、木型の形状に沿うように少し丸みをつけて貼ります。こんな感じですね。次はこのできてる本体とベロを縫い付けたライニングを合体します。手縫いします。針に糸をつけました。ちょっとね、このネイビーのミュージアムカフに合ういい感じの糸がなかったので、白い糸を染めて作りました。こいつでこの羽のところに手縫いをかけてライニングとアッパーを縫い付けます。ライニングを貼り付けてこんな感じで裏返しました。最後にこのライニングを縫います。あ、最後じゃなかった。もう一個やることあるんですね。とりあえずこのライニングを縫います。でこのハトメの穴に小さい穴を開けました。これ仮留め用の穴で、完成した時にはここ靴紐が通るんでこの穴が隠れちゃうんですが、製作時に羽を固定するための穴です。普段はこのハトメにビニール紐を通して靴紐代わりにして留めてるんですけど、こっちの仮留め用の穴を使った方がしっかり留まるし、ハトメを歪ませにくいっていうことで、今回はこっちの方法でやっていきます。こんな風に仮留めができました。で最後にやることっていうのがこれですね。今ここ皮があるんですけど、本当はここで切ってこいつをくっつきたいんですね。なんですが、この結構ねキャップって難しくて、位置を決めるのが難しいんですよ。斜めになりやすかったりとかするので、ちょっと一回木型に仮で釣り込んでから位置を決めたいと思います。こんな感じでキャップの部分に印をつけましたので、こうカットします。
今カットしたところ、この裏面をすきます。こんな感じで端っこを薄くペラペラにしました。キャップを縫い付けてます。ちなみに下にライニングありますけど、こっちは縫わないようにこのアッパーだけ縫います。はい、アッパーできました。すごくシンプルですね。意外とこういうの作ったことなかったですね、今まで。はい、こんな感じですね。ネイビーの感じってあんまり分かんないですけど、やっぱり強い光に当てるとこうムラのある感じが見えますね。実際に履いて太陽光なんかに当たるとかなり綺麗に見えるんじゃないかなと思います。それでデザインはシンプルですね。一般的なストレートチップのデザインにここにパンチングですね、穴飾りをつけたデザインです。で後ろがシームレスヒールですね。僕シームレスヒールが大好きなので、後ろには継ぎ目なしのシームレスヒールになってます。で裏側はこんな感じでライニングは釣り込むと見えなくなっちゃいますけど、しっかり作ってあります。左足のところにはこんな感じで番号と名前をしっかり書いてあります。イルチャのミュージアムカーフ、かなりいい質感ですね。ミュージアムカーフって結構釣り込むと平面の革だった時とかなり印象が変わってきたりもするんで楽しみです。というわけで新チャンネル一発目の靴作り動画が終わりました。こんな感じでね、普段通りやっていきます。ちょっとね、工房もリニューアルして広くなったんで結構ねストレスなく気持ちよくできます。工房の話なんかはまた動画にしてアップしたいと思います。この新しいチャンネル革靴の件は、靴作りもやりますし、靴修理とか靴磨き、靴の話をいろいろやっていきますんで、ぜひチャンネル登録をお願いします。靴の話のライブとか靴作りライブとかもね、結構皆さん来てもらって盛り上がってるんで、その辺もどうかよろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで革靴の件でした。ではまた。かっこいいなこれ。ネイビーもいいですな。太陽光がいいんだよね。太陽光が一番綺麗に見えるんだよね、これ。太陽。